んにちは、みえこです。今日はひまわりの花のようなポーチを作りました。前回作った花のバッグのセットの作品です。でもこのポーチいろいろ使えますよ。バッグの上に置いてそのまま外側にセットすればちょっと違った雰囲気のバッグに変わります。そして中に入れればバッグインバッグとしても使えます。どちらかといえばあんまり模様のないバッグの上に重ねるといいですね。それでは作り方のご紹介です。26センチの円を描いて型紙を取りますが、お皿などを代用しても使えます。直径26センチです。この中央のラインから3センチほど下がったところに型紙の作ってほしいんです。この型紙は縫い代が入っているので、そのまま同じ大きさに表布を切ります。キルト綿も同じ大きさに切ります。そして刺繍糸などを使ってキルトの代わりにステッチします。ステッチするときは糸の端はそのまま縫い代の中に入るので気にせず縫い始めます。大きい運針でそのまま縫います。糸の最後も縫い代の中に入るのでそのまま玉留めをして糸を切ります。中に隠れるから大丈夫ですよ。そして今回は格子状にステッチしました。ステッチするときは端から順にステッチするといいですよ。今度は裏側も同じように型紙と同じ大きさに切ります。キルト綿も同じ大きさに切ります。同じく刺繍糸でステッチします。同じ大きさです。違う色を使うと2種類の表情が楽しめていいですよ。次に花びらの部分を作ります。10センチ正方の花びらの布を切ります。いろんな色で15枚切ります。いつも使っている待ち針はクローバーのもので針先がとても尖っている使いやすいものです。そして花びらも前回の作品と同じようにこのように畳んで待ち針で留めてでも少し大きい柄の布を使うときは折る場所によって出てくる色が変わります。ですからちょっと
気をつけて折るといいですよ。布端から5ミリぐらいのところを大きい運針で縫います。糸は切らずにそのまま15枚全部縫います。布の周囲ぐるっと同じ大きさになるように縫い縮めておきます。そしてキルトが終わったこの花の中心の布の上に置いて、端から1.5センチぐらいのところから針で留めます。バランスよく針で留めたら、布端から5ミリのところをミシンで縫います。こういうところを縫うときはゆっくり大きめの運針で縫うときれいにできますよ。半分に折って中心に針で印をつけておきます。裏も表もどちらも印をつけます。次に内側に入る布を切ります。型紙と同じ大きさです。やはり中心に針で印をつけます。もちろん鉛筆などで書いても大丈夫ですよ。ではファスナーをつけます。25センチのファスナーを半分に折ります。中心に印をつけます。ファスナーの裏側を見ながら、この待ち針で留めた中心のところに合わせて針で留めます。その上にそのまま内側に入る布を置いて中心を合わせます。針で留めて5ミリから6ミリぐらいのところをミシンで縫います。このようにできます。今度は反対側もつけます。中心の針の位置に合わせてファスナーにつけた中心の印を合わせます。針で留めます。そしてこの上にまた内側に入る布を重ねて針で留めます。きれいに針を刺してまた6ミリでミシンで縫います。こんな風にできてますよ。ファスナーが開くか確認をして、今度はキルとした表側同士を合わせてこのように重ねて
内側の布に開け口を残して周囲を1センチで縫います。大きい運針でゆっくり縫いますよ。表に返して開いてる穴を閉じて、形を整えて、裏布が表に出ないように、そしてファスナーが固定するように、ここで刺繍糸でステッチします。次に紐を作ります。90センチのリボンを用意します。このように重ねて、針で留めて、リボンの端がボタンに通るように、ここまで刺繍糸でステッチします。大きい運針で縫いますよ。次にボタンをつけます。少し大きめのボタンが使いやすいので、お家の中で探してくださいね。なければお店でも売ってますよ。リボンをつけた上にボタンをつけて完了です。ですがこれちょっと長い紐をつけると、そのままショルダーにも使えますし、もちろんカバンにつけても便利ですよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。